前回の動画から1週間経ってます。今日はですね、天気はね、微妙な感じなんですけど、田植えを行います。はい。で、前回からね、1週間の間、何をしているかというと、主にね、あぜの補強ですね。前回あぜを作って水を入れてですね、水が抜けてるっていうのがあったので、あぜを補強して、あぜ塗りして、水が漏れないようにね、してきました。もう見た目からしてね、あぜの高さ、幅、ね、かなり変わってると思うんですけども、内側にあぜ塗りしてますよね。これで水が抜けることはね、かなり減ったと思います。補強終わった後は、田んぼの中見てもらうとですね、植物が生えてると思うんですよね。これはですね、何かというと、ここはですね、20年ぐらい前はね、稲を作ってたんですけども、その後はですね、麦を作ったりとかですね、あとは去年は、ニンニクですね。そちらを作ったりね、いろいろ畑やってました。で、去年はですね、ニンニクを作ったんですが、ヨモギがね、大量発生した動物もあったりして、うまくできなかったんですよね。で、そのヨモギがですね、また生えた、ね、そのままになってまして、これ見た目はですね、普通の田んぼに見えますけども、これ地下はですね、結構根っこが残ってるんですね。ヨモギの根っこって結構横にもね、すごく伸びるタイプで、クワとか入れるとですね、バリバリって感じでね、根っこがこう取れるみたいな感じになってます。で、水を入れてるので、そのうちほっとけば、腐るんじゃないかと思ってますけども、後でちょっとね、説明する話の中で、ちょっとね、邪魔になるだろうということで、これをですね、抜いたりしてました。で、今日もやってたんですけども、だいぶ、ね、綺麗になってはいます。ただ全部は取れないんですよね。すごい数があるので、とてもじゃないけど全部は取れませんので、ある程度ね、目安だけ取ったということになります。はい。残りはね、田植えしながら取ろうかなと思ったりしますが、あとですね、やったこととして、前はね、あぜのところに杭がたくさんあったと思うんですけども、杭を全部取りましたね。あれは単なる目安だったので、いらなかったんですけども、あれ外しまして。それから管理機ですね。管理機も中にあったと思うんですけども、それもね、外に出しました。で、前回の動画の最後に、白かきみたいなことをしようかなって話をしてたんですけど、結局やらなかったですね。いっぺんですね、動かしてみたら、パワー不足なのかわかんないんですけどね、ちょっと泥にはまって抜けれなくなりそうだったので、やめまして、で、外に出しました。ということなので、荒白柿とかね、白柿っていうのは、やってない状態、不耕期にかなり近い状態だと言えると思います。はい。で、この不耕期の状態でね、どこまでできるのかっていうのが一つの確認したいことでもあります。先ほどね、根っこがあるとよろしくないかもって話をしたんですけども、これ何かというとですね、田植えはね、いいとしてですね、その後のですね、草取りですね、こちらにちょっとね、不都合があるんじゃないかということでね、今懸念してるわけです。今回ですね、除草剤なしで、やる予定ですけども、こうした場合にね、何が一番問題というかね、一番難しいかというと、草がね、生えてくるのをどうやって抑制するかというのが一番の課題になります。除草剤ない場合はね、どうするかっていう話なんですけど、昔であればですよ、ここにあるね、これですね。はい、これ。こういう感じですね。はい、これは田車っていうらしいんですが、地域によってね、名前はね、違うみたいなんですけど、これはですね、手押しのローラーなんですね。で、ローラーの先端に、金具がね、刃がいっぱいついてるというものです。で、これを田んぼの中で押しながら歩くと、ぐるぐる回転してね、で、爪が土の中に入っていって、で土をかき混ぜることによって、雑草が取れたりですね、生えなくなってくるということに、ね、なります。はい。で、これはですね、うちの蔵が引っ張り出してきたんですけど、同じようなね、ちょっとタイプの違いのが何個かあります。はい、なので、そういったものもね、ちょっと使うかもしれませんけども、ただね、これやるの結構大変なんですよね。さっきもちょっと使ってみたんですけどね、
田んぼの中に根っこがあるとね、そちらにちょっと引っかかったりします。なので、助走がやりにくいなっていう感じもね、あります。このシリーズはね、スマート農業だって言ってますから、最終的にはね、人力でやるんじゃないんですけど、今回はね、このシリーズの初回の時にも話しましたけど、まだスマート農業準備できてませんから、どうしても手作業っていうのがね、必要になります。どうやるかって話なんですけど、このね、田車もそうですけども、他にも何個かですね、方法を考えてはいます。で、そのいろんなね、アイディアを、試す場というのが今回のシリーズになるわけですね。いろいろな実験して、スマート農業を向けてどういった方法がね、いいのかっていうのをやっていくわけですね。はい。それでは、田植えをしようかなと思います。今日の田植えはここまでですかね。2列植えたぐらいですかね。根っこをね、取りながらやると、やっぱり結構時間かかりますね。そっちの方が、根っこを取る方に時間がいっぱいかかって、植えるのはすぐできるんですけどね。はい。そんな感じで、明日には終わるでしょう。はい。じゃあ今日はこれで終わります。はい。今日はですね、田植え2日目です。ちょっと天気はあまり良くないですけどね。さっきまで雨降ってましたけども。で、昨日まではね、長靴で入ったんですけどね。やっぱ長靴だとね、抜けなくなっちゃうんで、昔ながらっていうかね、裸足でやろうかなと思います。はい。ちょっと中に石がたまに入ってたりするのでね、足を、切ったりしないように気をつけなきゃいけないですけど、気をつけてね、やりたいと思います。はい。やっぱり、裸足はいいですね。全然、簡単に抜ける。やっぱこうじゃなくっちゃって感じですね。ですね。今、1、2、3、4、5ね。5列目までは終わってます。はい。これから6列目に移動ですかね。この紐ですね。この紐、何かあった話なんですけど、これは、要はなんていうんですかね。ここがですね、この植える支点ですね。例えば一番外だったら、ここからずっとこう、回って、で、ここまでですね。またここで折り返して、ずっとまた行って、ここまで来たらまた折り返しっていう感じにします。はい。で、これによってですね、ここが一本道が空いてる感じになりますね。これ20センチ、20センチぐらい空いてますんで、幅40センチの道がこうあるということですね。はい。これは、作業用の道っていうのはね、ありますけども、そのうちいろいろとね、使う時が来ると思いますんで、こちらのですね、杭はですね、一本は紐がついてて、センターに結びつけてありますんで、
これはですね、その同心円状にこう植えるための中心からの距離をね、測ってるものです。はい。で、もう一本は、これはないとないの間ですね、横ですね。円周方向の幅を、まあ、決めているものですね。はい、40センチです。はい。で、一応半径方向も40センチですね。円周方向も40センチ。間から空くようにしてますが、まあ、紐なのでね、結構適当です。はい。だいぶね、誤差ありますんでね。はい。まあ、これはですね、そのうち、まあ、自動化するようになったら、もっときっちりいくと思います。はい。それじゃあですね、次の場所を集めたいと思います。はい。で、こうですね。半径ね、40センチほどこっちに内側に入ったところです。で、紐が余りますんで、はい。これを、こう巻きつければ、はい、これで、位置がね、決まりました。はい、で、これで、こうやればですね。まあ、この距離でずっとこういけるということですね。はい、やってみましょうか。もうちょっとこっちか。で、これね、苗が一本ずつ植えてるんですよね。まあ、細いやつとかね、すごいちっちゃいやつはまあ2本ぐらい植えてますけども、まあ、ほとんどはもう1本です。なので、植えても減らないですね。苗が相当余っちゃう感じがします。どうしましょうかね。まあ、いくつかはね、活着しないとかって出てくると思うんで、まあそういう時にはまた上伸ばしますけど、ちょっと余力があったらもう一個ね、車で作って、そっちをね、また植えたいところですけども、まあ、ちょっとどうなるかわかりません。ちょっとこれも、もしこっちだな。で、これでね、こういう感じの根っこがね、いっぱい生えてるんですよね。石もあったし。こういう根っこをね、まあこれはまだね、取れるからいいんですけどね、中の方にこう、植わったままになってる根っこがいっぱいあって、それを取りながらやらなきゃいけないんで、まあそれが時間かかりますね。はい。はい。全部植え終わりました。では水をね、入れ始めました。ちょっとたまらない時間かかると思うんですけど、これでね、まあそうですね、まあ苗がね、呼吸できるぐらいの水の拡散して、で、まあ雑草がね、生えてくると思うんで、それを、まあ、防ぐっていう意味でもね、水を入れとくと。で、3日ぐらい経ったらもうね、雑草が生え始めるって話をちょっとね、聞いたんですけど、まあ、この苗が活着するのが、まあ、多分、どれぐらいなんですかね。4日とか5日とかかかるんですかね。はい。まあ、それが経ったら、早期のね、除草をね、始めたいと思います。はい。
ということで、一応田植えですね、終了しました。はい、田植えからですね、一晩明けました。水もね、入れてみました。今のところはね、順調そうですね。水も、入れすぎてもね、少なすぎてもまずいので、これぐらいはいいんじゃないかと思いますけどね。はい。苗がだいぶ余っちゃったんで、これどうしようかね。ちょっとまた考えます。余裕があったらもう一個車と作るかもしれませんけども、ちょっとそこはね、まだ未定です。はい。で、田植えやってみてね、久しぶりに手植えをしたんですけども、こんだけの面積でもね、やっぱり大変ですね。これぐらいだったら使えたら楽しんだみたいな感じで、いけると思うんですけどね。これでだいたい大人一人の半年分ぐらいが取れるかなって感じでしょうかね。うまくできてですよ。はい。なので、家族食べるんだったらやっぱりこの田んぼ、ね、全面で作るぐらいしないと足りないなという感じでしょうかね。なのでやっぱりこれちょっと手でやるのはね、しかも一人でやるっていうのはかなり大変です。はい、機械がないとね、無理とは言いませんが、かなり無理する感じになりますね。はい、ということで、今後、これをね、いかにして自動化するかというのを、お届けしようと思います。すごいですね、今度は草取りが必要になりますね。多分もうね、見えないですけども、雑草はですね、生えつつあるのかなと思いますんでね、これをいかに抑えるかっていうのが、今後の、肝になると思います。これによって、米作りがね、成功するか失敗するかにかかってくると思いますんでね。はい。で、その方法についてはまたね、いろいろ考えてアイデア出したいと思います。そろそろね、梅雨に入るってことなんで、水管理とかもね、大変になってくると思いますけども、この辺もね、自動化消灯はね、できるんですけども、まだちょっと方式がね、固まってないので、まだね、ちょっとやるにはちょっと時期が早いかなという感じです。ただ、排水側はちょっとね、水が溜まりすぎてね、全滅っていう可能性もあるので、これ、排水に関しては、そんななんかね、高度なことしなくても、水位を一定保つっていうのはできるので、ちょっとそれはね、後で対策しておきたいと思います。はい。ということで、今回の田植えは、とりあえずこれで、ひとまずね、終了です。